こんにちは。廃墟暮らしの浜太郎です。日本国の南の果て、沖縄県で廃墟の素人 DIY リフォームをしております。現在は廃墟には住んでおらず子供部屋おじさんを実家でしており、廃墟の生活空間が完成次第、完全引っ越しする予定です。本日は廃墟のルームツアーをしていきたいと思います。こちら一戸建ての2階部分になり、階段を上がってきたところです。物がやたらいっぱいあるのは、僕が DIY 好きなこともあり、木材やら何やらをこれ使えるかもと言って貯める癖があるためです。ちなみにこちらの廃墟は僕の親戚所有のもので、長らく人が住んでいなかった場所です。そこに目をつけた僕は親戚にお願いして場所を借り、 DIY リフォームして住もうとしているわけです。ちなみにすでに一部は DIY でいじってあります。ここに住もうと決める前に秘密基地的に使っていたので、そのためです。変なものがありますね。ここはもともとは小便器が設置されておりましたが、取っ払いました。その後にシャワー室にしたらどうかと考えてました。ということで、先ほどの変なものからは水が出ます。シャワーヘッドもどきということですね。古い建物なのでもちろんは式便器です。外壁のコンクリ部分もところどころ爆裂が起きており、コンクリが剥がれて落ちているところがあります。ここも爆裂ですね。もともとはこの2階部分を室内で左右に分割にして2部屋あり、この小便器と大便器は共用のものだったらしいです。こちらはベランダとでも言うのでしょうか。洗濯物干し場。これが先ほど話した取っ払った小便器です。どう処理すればよいかわからず天日干ししております。この辺りも無料のパレットがジモティーに出されていたので、必要性がなかったにもかかわらず引き取ったものです。ゴミ屋敷にしてしまわないように努力しないといけません。先ほど申し上げた通りに部屋あったので、こちらが右側の部屋のドアとなります。そしてこちらが左側の部屋のドア。現在は左側の部屋部分のみ通電契約しております。ついに荒れ果てた室内へ入ります。じゃあ言い訳をすると DIY をするために一旦物を広げる必要があるのです。今はすべてつながった間取りになっておりますが、もともとは真ん中に収納仕切りがあり分割されておりました。今後の動画でいろいろと説明していくとは思いますが、こちらの部屋には直すべきところが多々あります。こちらのキッチンも問題があります。かなり低いです。通常850ミリ程度の高さにするようなのですが、こちらの高さ700ミリ程度だったような。入っている食器等は以前に住んでいた場所から持ってきたものです。決して怪しいものじゃございません。もうすでにインフラも整っているので住めるといえば住めるのですが、不便なところが多いので未だ実家で寝かせてもらっている。子供部屋おじさんの快適なこと、一人で住んでいる時は金銭的な支出もそうですが、もちろん全ての家事を自分一人で行わなければなりません。そこを甘えさせてもらっているのは相当に楽ですね。もう一生抜け出したくないほどに。しかしながら子供部屋おじさんに対する世間の風当たりは強い。恋愛的には全くモテませんし、自立しておらず生活力がないのではないかと疑われる。私はというと、一応この廃墟に来るまでは一人暮らしをしており、一般的な生活力はあると自負しております。節約志向で簡単なものではありますが、自炊もしておりましたし、部屋も小綺麗にしておりました。この映像を見ながらだと説得力はゼロに等しいと思われますが、信じてください。今後の動画で証明できる日が来ますように。散らばっているもののほとんどは DIY に必要な工具や資材類ですね。収納がないので、とりあえず木材を這わせて段ボール置き場にしてます。部屋は全て和室だったんですが、畳は外してあり、半分ほどは板材を張ってフローリングっぽい作りにしてあります。
自作 PC の残骸です。こちらのパソコンで動画の編集をポチポチとやっております。これもどこぞのフリマで売られていた錆びた工具類ですね。直して使おうと思ってましたが放置されているようです。本当に男は子供のまま年を取るものです。面倒くさいことにロマンを抱き、時間と金を使う。これは外国のコインです。なぜここにあるか不明です。衣類コーナーです。服が取り出されたまま散乱しております。こちらの壁面、実は割り箸で作ったものです。そういった変わった DIY もとても好きです。ここはもともとは換気扇が入っておりました。この大量の段ボールはもともと住んでいた賃貸から引っ越した時に持ってきて開封できておりません。入って左側の部屋の紹介はこんなものでしょうか。ここが主な生活空間になる予定です。次は右側の部屋を見てみましょう。そちらもそちらでかなり散らかっております。 DIY をするにも一旦掃除をしないといけませんね。ちなみに DIY 歴は10年ほどになりますが、誰かに習うわけでもなく適当にやってきたので素人レベルです。こちらの棚に模試材やら家電やらが置かれています。右上の箱は和式便器にかぶせて簡易様式にする製品です。一度試してみようと思い買ってみましたが未開封のままです。その他にも未開封品がいくつもあります。買い物依存症ではないのですが怠惰で放置してしまいます。こちら YouTuber ブラックナイト山田さんのグッズです。昔東京に行った際にビレバンで買いました。これは多分闘牛の角。沖縄県うるま市の離島宮城島のおじさんがくれました。こちらの間の床は畳を取って出てきたら床になっており、たわみと床鳴りがします。この戸棚の引き戸に使われているガラスは時代を感じさせる。とても良い。先ほどの部屋のキッチンは低いと言いましたが、こちらのキッチンの高さは普通です。なぜ違うのでしょうか。謎です。換気扇とエアコンは割と新しめのものがついております。とんでもなく汚いです。洗濯機と衣類乾燥機は以前の賃貸時に購入したもので、割と新しめですが使われず、こちらでは置物と化しています。ハンマーの頭。これも確かフリマかどっかで買ったやつです。このドラム缶も DIY で使おうと先輩からもらい受けましたが、全く使われず放置されております。こちらの部屋は主に木材置き場となっております。市販サイズのものや端材などになります。以前の賃貸でも内装に大量の木材を使っており、それを解体したものがこちらの木材たちになります。何でも使えそうだからと取っておくのは僕の悪い癖かもしれません。いや、でもしかし実際に DIY で使用している例も多々あるのでよしとしましょう。自分には甘く、人様には大変甘く生きるのがこの世の基地だと確信しております。こちらの間は地面が荒床となっており、もともとは畳敷きだったことがうかがい知れますね。本当に恐ろしい想像なのが、ここにシロアリが発生した場合や火が発生した場合です。早期に気づかなった場合、恐ろしい被害を被ることになります。人生とは常に危険と隣り合わせで、僕はそのリスク想像をさまざまな局面で発生させ気苦労をする場合が多い。大体の心配事は実際には発生しないという賢者もおりますが、考えてしまうのが僕のせいのようです。そろそろ全てのエリアを見終わります。
なんとなく建物と部屋の全体像をお見せできておれば幸いです。今後の動画ではこちらの部屋を実際に快適に生活できる空間へ DIY していく様をお見せできればと存じます。人間としても技術者としても圧倒的未熟者ですが、その未熟さゆえの考えの甘さも恥を捨て全力公開していくことになるかと思いますので先に伝えておきます。ということで今回の動画はしまいとさせていただきます。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメント、ハイプのほどよろしくお願いいたします。皆様も適当に生きてくださいませ。それではさようなら。